現時点今は3月の31日午後の12時9分でございます。最後の今日話したいのは特にここは皆さん忘れてはいけないこと。バリュエーションです。はい。日本株、特にちょっと悪いこと、今この頃いっぱいあると思いますね。だけど、バリュエーションの面では忘れないでください。日本株、例えば日経平均の PER を見てみると、こちらは1株あたりの利益です。15.91 倍です。PSR が1株あたりのこの売上です。1.33 倍です。で、これを例えば、海外と比べてみると、特にアメリカの方が、これは PER が 23.67 で、PSR が2.95 です。アメリカのなんとここは半分です。PSR が。はい。PER は半分じゃないけど、まだそれでも大きな差があります。で、ヨーロッパの方も見てみると、ヨーロッパが PER が 15.4 なんですね。ここも日本と近いことは近いです。PSR が 1.45 ですので、こちらの方、やっぱり日本の方が少しは安いかなと思います。バリュエーションの方では日本が安い。で、ここが鍵です。バリュエーションが安い。で、特に過去を見ると、今は金利が上がる世界になっています。アメリカ、欧米、オーストラリア、カナダ、ヨーロッパ、その他です。で、金利が上がると、大体一般的な論理だと、バリュー株が優先されます。なぜかというと、グロース株というのは特に成長が高い株はまず配当を払っていません。配当を払っていない株は特に金利が高まると、金利が高いのでいろんな投資家たちはグロース株を買うより特に金利がある債券の相場にお金を移す傾向があります。やっぱりこの金利が上がると株と国債、株と債券の相場はいつも競争してるんですね。で、金利が上がってしまうとこの債券の相場の魅力性が上がるので、特にグロース株は配当を払ってくれないので、そこに対して特にお金を移すローテーション傾向があります。それプラス特にグロース株の中で特に中国型銘柄の方でやっぱりお金を借りてる会社さんが多いんですね。企業が多いんです。なので金利が上がるとその費用も上がってしまいます。現金がいっぱいで、バリュー株で、しかも成長あまりないけどちゃんと配当を払ってくれいる企業、特に日本はそういうのがいっぱい多いです。いっぱいあります。日本は特に大手の企業、日経平均の銘柄とかトピックスの銘柄を現金を多く持っていて、あまり成長してないけど、特に PER、PSR が低い、配当利回りが高い、こういう銘柄がもういっぱいあります。なので、これからの1、2年、3年はもしかしてバリュー株が優先されるということであれば、日本株も、もしかして例えば優先順序が少し上がるかなと僕も考えています。はい。ここを全部、皆さんまとめて、今日の、結論、特に初心者だったらこれ本当に投資を始めるべきなのか、上級レベルの方だったらこれどういうふうに今お金をつけるべきなのか、何をするべきなのか。はい。皆さん投資は自己責任、自己判断でよろしくお願いします。それと長期投資と短期投資で戦略を分けましょう。僕はまだ全体のポートフォリオとしては、今は現金はまだ通常より少し高いです。この現金という部分がこの赤の部分で、これは安全投資ですね。現金というのはやっぱり投資ですよね。現金とインフレーションはやっぱり投資、すごい関連します。インフレーションが上がりすぎると現金の価値は下がってしまうので、現金もやっぱり投資です。リスクがないというわけではないんですね。現金もちゃんとリスクがあります。で、現金は今は通常よりまだパーセンテージが高いです。僕は通常はこのパーセンテージは 5% ぐらいにしてます。この赤の部分は。今は 20% 程度です。もともと25だぐらいだったので、これだんだん下げてきたんですけど、まだ少し警戒感は感じています。世界全体に対しては。特にこれから金利が上がるときだけではなく、今逆イールドだけではなく、これからコモディティの方にもっとお金がいくとも思います。で、ここがやっぱり重要なところが別に僕が言ってるのはここで、大きな株式クラッシュがあるとは言っていません。ただ、優先順序がいろいろと変わるのではないかなと考えています。で、この優先順序が変わるときに、特に皆さんここからは、株よりコモディティの方が優先される可能性が高いかなと思います。コモディティ指数
と、ここの、米国株指数を比べた指数があるんですね。こちらです。これが SPGSCI。これがSP のゴールマンサックスコモディティ指数5分子で分母に SP500 です。で、これが今急騰して今急落してるんですけど、これを長期的に月足で見てみると、まだまだこのコモディティ指数は米国株と比べてものすごく割安です。なので今、イールドが上がっているので、特に国債ももっと魅力的に見えてきた。コモディティも割安です。こういう時には確かに株っていうのもまだ僕は日本株は特に割安だと思う。で、特にバリュー株が多い日本株、銀行株、商社株、ここはもう2年前からずっと言ってた同じような銘柄です。まだ僕はここは持つべきだと思う。ただし、株の中では Yes、日本株をまだ持ちます。だけど、全体的には株の割合は通常より低くして、特にもうちょっとこれから長期投資はコモディティにも見ておくべきかなと思います。コモディティ暗号資産ですね。こっちの方がこれからマネーはもっといくと思いますし、実は国債の方にもマネーはもっといくと思います。かなり今金利が高いので。なのでこの緑の部分をこれからあなたが初心者でも上級レベルの方でも僕から見るともしかしてこの緑の部分は例えば通常あなたが 60%、70% だったら少しだけ縮小して50% 程度にしてもいいかなと考えています。はい。株の時代が終わったわけではない。まだ日本株は特に割安、特にバリュー株は優先すること。だけど、これからの金融引き締めの世界だと、やっぱり世界は変わってます。なので、長期戦略として、この赤と黄色い部分も優先するべきかなと思います。